はいどうもこんにちは、あごしばと申します。本日はアークのコマンド限定の便利建築8選というのをね、やっていきたいと思います。このアークというゲーム、建築もね、すごく奥が深いんですよ。いろんなことができるんですけれども、中にはコマンドでしか作ることができない建築というのも存在します。今回はね、そんな中から8つ厳選して紹介したいと思います。便利なものからね、拠点を華やかに彩るおしゃれなものまでありまして、皆さんのサバイバル生活をより優雅にしてくれること間違いなしだと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると幸いです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では行きましょう。はい、まずね、個別の紹介に入る前に今回の動画で使用する基本コマンドについて説明したいと思います。今回はね、主にサモンコマンドというのを使用します。サモンコマンドというのは一般的には野生の生物をスポーンさせるコマンドです。はい、こんな風にね、野生の生物をランダムなレベルでスポーンさせるコマンドがサモンコマンドとなっております。はい、しかしこのサモンコマンド、生物だけではなく一部の建材やオブジェクトなんかを出すこともできます。例えばこのように、はい、金属の土台。普通に置くのとの違いは、こういう風にね、スナップしないんですよね。スナップせずに好きな場所に置くことができるというのがね、特徴ですね。はい、そしてサモンコマンドで出した建造物は、こういう風に所有権が自分にない状態となっているので、give to me というコマンドを使って、所有権を自分に移してください。これは今回紹介する全部の項目に関して言えるので、必ずこの作業を行うようにしてください。これをしてない建造物があると、普通のね、建築を近くにしようとした際に、こういう風にね、他プレイヤーの構造物に近すぎるという警告が出て、他の建築ができない状態になりますので、必ずね、所有権は獲得するようにしましょう。以上がね、前提の知識の説明となります。これを踏まえた上で、個別の紹介やっていきたいと思います。では行きましょう。はい、アークには資源を採取する便利な設備というのが何個かあります。例えばこの原油ポンプ、油田から原油を汲み上げるアイテムですが、こういう風にね、一部マップに存在する油田の上にしかこちら設置することができません。はい、ですがサモンコマンドを使うことで、はい、このようにね、ちょっとめり込んでしまうんで、そういう場合はね、ゴーストコマンドで抜け出しましょう。はい、これで抜けられます。はい、このようにね、サモンコマンドを使えば、本来設置できないような場所にも、こういう資源採取設備を設置することができます。原油ポンプの他にもね、ガスコレクターだったり、こういう井戸だったり、はい、あとはね、こういう樹液の蛇口なんかも設置することができます。岩に刺さってますね。で、すごいのがね、これちゃんと資源取れます。はい。はい、なのでね、このようにして拠点に置けば好きなところで資源が取れるようになります。この石に刺さった蛇口からもちゃんと樹液取れます。不思議ですね。はい、なのでこちらのコマンドを使ってみて拠点を便利にしちゃってください。はい、ちなみにね、設置する際は正面向いてそのままコマンド入力するとこういう風にね、浮いちゃうので、若干下を向いてね、入力してやるといいと思います。で、これね、失敗した時は壊すとかできないんですけど、この建築物に対してキルコマンド使ってやれば破壊することができるので、失敗しても問題ありません。ぜひ使ってみてください。コマンドはこちらです。はい、先ほどの資源採集設備、どこにでも置けて便利だと言っても、ちょっと不自然なのは嫌だなという人もいるかもしれません。岩から樹液が取れたりとかね、どこからでも原油が出たりというのが嫌だなーっていう人もいるかもしれません。そういう人にはこちらのコマンド、天然資源そのものを出すこともできます。例えばこちら水脈、はい、水源を自由に作ることができます。他にも、はい、油田作ることができます。はい、この油田ね、ちゃんと使えるんで、さっきは置けなかったこの原油ポンプも置くことができます。なんでね、雰囲気重視の方はこれを使ってもいいと思います。あとはガス田もですね。はい、ただね、注意してほしいのが、これね、今ちょっとガス田浮いちゃったんですけど、さっきみたいに設置し直そうと思って
キルコマンドを入力しても壊せません。この3つに関してはね、コマンドで壊すことができないので、設置には注意してください。バックアップ取ってから設置した方がいいと思います。うまくいかなかったらセーブデータごと元に戻しましょう。はい、ガス電はね、こういう風にガス吹き出すんでね、ちゃんと気をつけてください。あとね、天然資源としては、これらの他にも、こういったね、カストロイデスのダム。中身もね、しっかり入ってます。こういったものも作ることができますし、はい、あとは蜂の巣ですね。これ天然資源というよりかは女王蜂テイムして作れる蜂の巣の姿と同じですけれども、こういったものも設置することができます。はい、こちらもね、とても便利なコマンドなので、ぜひ使ってみてください。コマンドはこちらです。はい、なんと生物の巣も出すことができちゃいます。例えば、はい。こちらはね、Y バーンの巣になります。ちゃんと上にも乗れますね。音もカサカサという音がしてね、ちゃんと巣がここに出現しているのがわかります。はい、ただね、こちらそのままだと時間経過で消えてしまいます。しばらくすると、はい、このようにね、消えてしまいます。消えないようにするためには、対応する生物の受精卵を近くに置いておく必要があります。ただこちら、普通の受精卵ではダメで、野生仕様の受精卵が必要になります。そちらもコマンドで出すことができます。例えば Y バーンのものですと、はい、こちらですね。見た目はね、卵の見た目じゃなくて、間違えた。間違えた。今ね、間違えて拾っちゃったんですけど、拾っちゃうとね、切れるんで気をつけてください。はい、再度やり直しますけども、こういう風に、見た目はね、卵じゃなくて、アイテムキャッシュみたいな、小包みたいな見た目なんですけど、これで問題ありません。こちらちゃんと野生仕様の受精卵の扱いになってるんでね。で、さっきみたいにね、間違えて拾っちゃうと効果なくなっちゃうんで、間違えて拾わないようなところ、どっか隅っこの方にでも置いておくといいと思います。一応ね、ある程度離れてても効果はあるっぽいんで、なんでね、どっか間違えてね、拾ってしまわないようなところに置いておくといいと思います。で、こちらね、Y バーン以外にも、マグマサウルスの巣だったりね、それぞれ巣がある生物の対応するね、ものが出せるんで、いろいろ試してみると面白いかもしれません。特にね、なんか機能があるわけではないんですけど、オブジェクトとしてですね、なかなかユニークなので面白いんじゃないかなと思います。それぞれの巣と対応する生物の受精卵のコマンドはこちらです。はい、続いてはね、マップ限定にはなるんですが、便利なオブジェクトをどこにでも置くことができます。例えばね、こういった充電式発電機、あるいはそれの高機能版、さらには野生のプラント Z なんかも置けます。こういったものを置けばね、この便利な機能を拠点でも使うことができますし、プラント Z なんかはね、右下に発光マーク出てますけども、光源になったりするんでね、そういう機能を受けることができます。はい、こちらね、これらのオブジェクトが存在するマップでしか使えないんですけれども、良ければね、便利なんで使ってみてください。コマンドはこちらです。はい、植栽っていうのは、一軒家を建てたことがある人とかなら聞いたことあると思いますけど、お家を彩るために外に植えてある植物とかのことですね。マークだとね、結構自然が豊かなマップが多いんでね、この自然の植物とか景色をそのまま活かすっていう方も多いかと思います。ただね、自分でそういうのを植えようと思うと、菜園を植えてそこに野菜とかベリーを育てるぐらいしか、手はないのかなと思います。はい、なんでね、ここで紹介するものを用いればより幅広い植栽が可能になるかと思います。はい、例えばね、こういったものを植えることができます。はい、プラント R ですね。これね、農場を使うことなく好きなとこに植えることができます。しかもね、ちゃんと素材も取れますからね、しっかり機能も備わっているというね、もう高性能植栽ですね。これでね、もう拠点を彩れること間違いなしですね。さらに、こういったジェネシス2のね、食肉植物を植えることもできます。ただしね、こういう風にプレイヤーを襲ってくるので、扱いには気をつけましょう。はい。ただこいつね、本来テイム不可能な生物ですけども、こいつに対してもギブという意味をすれば、一応ね、所有権獲得できるんでね、
所有権を獲得しておけば安心ですね。可愛いもんです。一応ね、食べられたくなったら、いいを押せば食べられることもできます。アトラクションみたいなもんですね。はい。はい、あとはね、こういったプラント X なんかもね、植栽として利用することができます。ただしこちらね、そのまま設置しようとすると、置いた瞬間にね、破壊されるんで、プレイヤーズオンリーというコマンドで、一度時間を止めてから設置。で、設置した上で、Give to me で所有権を獲得。こうすればね、プレイヤーズオンリー解除しても壊れないんでね。ただね、こいつ水とか肥料が供給されてない状態なんで、最初ね、ターゲット、サバイバーとテイム済みの生物のみになってるんで、オフラインだったら大丈夫だと思うんですけど、誰にも攻撃しないんでね。これをね、ターゲット野生生物のみとかに変更して、近くに野生生物が近づいてくると、例えばね、今野生のドードを出しますけども、はい。そうするとね、こいつ攻撃しようとして壊れます。なんでね、そこは気をつけましょう。設定は変えない方がいいです。パレットとしての使用はできないんですね。はい、ということでね、ちょっと癖はありますけども、拠点を華やかにしてくれる植栽たちなんで、ぜひとも使ってみてください。それぞれのコマンドはこちらです。アークのこの美しい景色を楽しむのに、空中建築はうってつけです。本来アークにはね、空中建築なんていうものはないんですが、コマンドを使えば可能になります。例えばこれ。はい。木のツリープラットフォームですね。このようにね、完全に宙に浮いております。ちゃんとね、上に乗ることもできるんでね。この金具がちょっと不自然で邪魔ですけどね。穴は落ちないので心配ありません。この辺はね、うまくね、匠の建築技術で隠すなり、活かすなりしてくれたらと思います。はい、このようにね、木のツリープラットフォームの他にも、金属のツリープラットフォームだったり、他にもね、崖用のプラットフォームとか、オーシャンプラットフォームもあります。お好きなものをどうぞ。でね、一番最初にも言ったように Give to me で所有権を獲得してください。そうするとね、普通に建材とかも置けるようになります。天空建築を楽しんじゃいましょう。ただしね、プラットフォームの種類によっては、1個目は置けるけど2個目が地面から高すぎるとかいうね、警告が出て置けない場合があるみたいなんで、ここだと高すぎるんですかね。はい、ここだと普通に置けました。なんで、ちょっとそういう高さによる制限みたいなのもあるのかもしれないですけど、プラットフォームによってね。その辺探りながら作ってもらえればなとは思います。やっぱね、この景色を楽しめるのがね、空中建築の一番の醍醐味だと思うんでね。もうまさにロマン建築ですけども、コマンドを使うことでそれを楽しむことができるんで、ぜひ試してみてください。各プラットフォームのコマンドはこちら。ちなみに、プラットフォーム以外の建築物も空中に出すことができるんで、それを応用すればね、例えば、こういう風にね、土台や階段、足場等を使うことで、アスレチック的なものもね、作れたりします。こういうのもね、作って友達同士で遊んでみたりするのも面白いかもしれないですね。はい。こういった建材を出せるサモンコマンドいっぱいあるんですけど、ちょっと数が多すぎるんで、今回ここで使った基本的な3つのコマンドだけ紹介します。コマンドはこちらです。ぜひ楽しんでみてください。はい、お次は近代文明の兵器、タレットですね。こちらもコマンドを使うことで、好きなとこに置くことができます。はい、このようにね、普通のオートタレットや、ヘビーオートタレットはもちろん、バリスタや投石機、ガトリング砲やロケット砲、大砲なんかももちろん置くことができます。で、プラント X も置くことができるけど、これはさっき言った通り、壊れちゃいますね。攻撃させようとしたら。はい。ただね、このコマンドの進化はね、別のところにありまして、それがね、このプラットフォームサドルですね。基本的にね、公式に準じた設定であれば、現在アップデでね、プラットフォーム上にオートタレットの類は設置できなくなってるんですよね。せっかくのね、歩く兵器が作れないとなってしまいますが、これもコマンドを使えば出せます。実は設定の詳細からこのプラットフォームへの建造禁止を無効化、これにチェックを入れれば置けるんですけどね。なんですけどね、設定を変にいじりたくないという場合はこのコマンドで置くこともできますし、なんせね、このプラットフォームに限らずね、もういろんなところ、好きなところに置けますからね。もちろん空中にだって置けます。こういったね、タレットを駆使して
対迎撃拠点をね、作ってみても面白いんじゃないでしょうか。これらタレットのコマンドはこちらです。サーモンコマンドを使うことで水中限定の建築を地上にすることもできます。まあ水中限定の建築ってそんなにないんですけどね。この真空室とかはね、そうなんですよね。水中にのみ設置可能となっております。なので、地上には設置できないんですが、サーモンコマンドを使えば、はい。ちょっとこれ地面に埋まっちゃいましたけど、このようにね、設置することができます。ムーンプール付きのやつも出せます。ちょっと使いこなしは難しそうですけどね。この鉄骨っぽい感じのまま使えば、なんか、この鉄骨感がね、武骨でかっこいいとは思うんで、建築上手い人ならうまく使えるんじゃないでしょうか。ぜひね、挑戦してみてください。で、これテックジェネレーターを置いて、エレメントを入れて、起動すれば、はい。ちゃんとね、枠組みもできるんでね。はい。こういう風に、一味変わった建築を楽しむことはできるんじゃないでしょうかね。なんかね、武骨でかっこいいですよね。これもこれで。これ地上で真空室である意味ないですけどね。こういう使い方もありますよと。はい。さらにね、じゃあ本当にこうやって水中に、真空室建築をする場合ですね。こういう場合にもね、サモンコマンドって使えるんですよね、実は。はい。真空室って立方体なんでね、立方体を連結させるだけなんで、結構単調な建築になりやすいかと思うんですけど、こんな感じでね、壁を残したりはできるものの、なかなかね、内装もこだわりにくいんですよね。はい。っていうのもね、この真空室の中における建材っていうのは、スロープと階段ぐらいなんですよね。そういうのは置けるんですが、こういった壁とかは接合点なしと出て置くことができません。なんでね、ちょっと置ける建材の幅が少ないといったところで、それもサーモンコマンドを使うことで、うまく解決できるかもしれません。例えば壁もね、サーモンコマンドを使えば、このように置くことができます。なかなかね、微調整しながら、なんでね、難しいかなとは思いますけど、何回もね、やり直せばいいんで、やり直して好きなように置けばいいかなと思います。はい。他にもね、こういった風に、両開きドアとかも置けます。で、設置してしっかりね、所有権取れば、枠あればね、一応、ドアは貼れるんでね、なんかうまいこと設置できれば、使いようはあるのかなと思います。ということで、先ほどのね、地上に出す真空室と合わせて、この水中でも置ける建材、基本的なものだけ紹介しておきます。コマンドはこちらです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。コマンド限定の便利建築8選のご紹介でした。実用的なものもあれば、そんなに役には立たないけど、拠点をユニークに着飾れるものもあったかと思いますので、何かしらね、皆さんの参考になっていれば幸いです。他にもね、アークのこういったちょっとマイナー寄りな情報をね、紹介しているような動画いろいろ出してますんで、よければね、そちらの動画も見ていただけるとありがたいです。というわけで、今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。では。